心拍、これはね、この当時園のね、端っこの方に置いてあったんですよ。これもう1ヶ月前くらいから見ててね、なんか作れそうだなっていう、見てたんですよ。これなんかありますね、ここに。これからいっちゃうか。なんか草生えてますね、これ。おすごいな、ほら。根っこがあるとそこからまた出てきますからね。他のやつみんなやられちゃうんだ、これじゃない。はい、こうかな、この辺で。ここがすごいですよね。ここを見せる。ちょっとこの辺多いかなって証明した場合ね、もうちょっとこの辺外して、それで。こんにちは。こんにちは。もうね、そろそろ梅雨に入ってくると思うんですけど、昨日ね、うちの盆栽が軽かかってるんです。水がなかったらね、チリチリって長寿梅とかなんかね、チリチリなって、水、本当今日ね、替えでも持ってこようかなと思ったんだけど、葉っぱが縮まってるからね。なるほど。で、水やったんだけど、戻るかどうかわかんないね。わかりました。だからね、今の時期、水やり気をつけた方がいいです。2日やんないね、毎日あげた方がいいですね。1個じゃなくてね、何個いっちゃったんだよ。で、今日はね、ちょっとこれ、心拍第2弾なんですけど、それの始まる前に、ちょっと道具の話しようかなって、私が使ってる道具。ここにね、ハサミちょっと並べたんですよ、ハサミ。これ大体私が使ってる道具で。はい、次はですね、これ、心拍。心拍、これ、先生、だいぶ形変わってませんか？形はね、原型は変わってないと思う。でもなんか、彫刻がだいぶ進んでるような。枝先が変わってる、これ。枝先もね、全部曲がついてて。でね、最初に決めた照明っていうのはね、こっち側なんだね。こうですよね。最初こっち。こう直線だって言ってた方。ここがね、直線だって。あんまり気にならないかと思うんですよ、これ彫刻入れたら。で、私が最初決めた照明っていうのはこの反対ですよね。最初はね、こっち。最初決めて枝抜きした時の照明。だからこれね、この状態で両方見られるかなっていう感じでする。こっちから見た場合ねとね、こっちから見た場合、厳しさとね、ちょっと雰囲気が違うと思うんです。枝こういうふうにね、この枝の配り方もね、こっちはもうここだけで作ってるから。で、反対側にすると、これが入ってくるんです。そうですね、これが前、なんか、これがこっち厳しいところ、ちょっとこう、新しい枝が上へ上がって、スーッて上がってきて、ちょっとこんもりしてる感じが出てるから。なるほど。こっちもいいかなと思うんです。で、こう彫刻入れたんですけどね、彫刻はね、こうずっとここから入ってます。ここから彫刻。すごい。ずっと。結構時間かかったんじゃないですか、これ。時間がね、結構かかってますけど、ちょっとね、これ、道筋がついてたんでね、これね、ずーっと虫が通ってた。そうですね、ここ、うろうになってますね、ずっと。そう、こう、うろう。この中、虫が通ってた。この辺、ずっとそうですよ。この辺も入ってきてた。でね、まだね、この辺にね、ちょっとまだ穴があるんですよ。こっちの枝にも。幹のとこ、どっかこの辺かな。ちょっと虫が入ってる穴があ、ここか。ここだ。これだ。本当だ。ここ。あります。じゃあ、ここはちょっと彫刻入れてないですけど、もうちょっと入れば、ここのラインがまた違う形で出てくるかなって感じ。そこね、最初の見た時はね、ここになんか草がいっぱい入って草ありましたね。それ全部取っていったら、ここに網、鉢底網ありましたね。あれが取れてなかった。やっと取ったんですよ。ここ残ってるから。ここだ。まだ残ってる。ここに網があった。網が。根っこが貫通して。これどうするんですか、これ。今度ね、どうしようかって、まだね、針金の加工終わってないんです、全部。ここはね、ここはやんないです。やんない。冬になってから。
じゃあ今ちょっと変わって曲げるの無理かと思うんで、じゃあ使うってことですね、この枝を。この枝をね持ってき場所はないかもわかんないじゃあ僕人にするのかなと思ってたけどだからこれをねどこを持っていくかってまだ考えつかないんで、はい、それと今の時期こうきつい仕事は無理だったのこれ。まあそうですね、皮めくれちゃうから。皮むけちゃうからでこれはもう冬まで取っとく、それ冬になったらもっとガブッと折っちゃうか、外すか。外してもこの辺の使えるんですよ、立ち上がってるのがあるから。そうですね、これ外しちゃってる。多分頭この辺で作ってるのかなみたいな、この辺ここどうするかそれまだね考えてないんです。後で決めればいいことか。後でこれはもうきつい本当にきつい仕事やるから、枯れても今やちょっと枯れるのは間違いないから、冬まで待ってます。わかりました。今回はどうするんですか？で今回はねちょっと針金ここ残ってるんですよ。この辺針金かけて、それからあとここにね最後の車輪とか白く石灰用で塗りますけど、私は石灰用で塗んない。松ヤニ塗るんで、その松ヤニでどうやってどういうものかってそれの説明してる。わかりました。なんか針金かけてそれからこのシャリの塗り方、どういう色になるかとかね、サンプル持ってきてますから。わかりました。針金だけかけちゃいます。はい、お願いします。ちょっとねこれ木が古いんでね、針金を曲げても言うこと聞かない時はある。ちょっと太いの入れてるんですよ。なるほど。結構こう幹曲が強いからこの辺がねこうやってまっすぐだとおかしいってことですよね。この辺をねこっちは結構かなり強い曲ついてるからね、一個一個この辺もこれうまくいったよ。この伸びてたら手伝って曲がったんだけど、長かったですもんね。そう長かったこれ。曲が先生らしいですねこれね。この辺が枯れてきたかなっていう。本当だ。調子悪くなるところもダメだったらこれとかねダメになっちゃうらしいですね。やっぱ曲げ方が独特な。大体半分ぐらい枯れるかもわからないそういう仕事をねしますね。針金かけのねこう輪っか作ってこれ沿わせていくんですよこれに、こういう形で手で曲げやすくしてるっていうかね、こうやって巻いていくんです。大体ねこうやって巻いちゃうんですよね、みんなね。これ皮も作って巻いてやらないと、早く食い込んじゃいますからね。こういう形で巻いてるんです。紙一重って言うけどね、こういう形です。これ戻っちゃうこれ16万かかってるんですよね。木がね結構古いねこれ。これ先生のよくやる曲げ方ですね。オウム型こういうやり方。目起こしもしたんですね。目起こし。葉っぱをまとめて、これちょっとまだね葉っぱ少ないからうまくまとまらない。で私のこう作り方っていうのはね、棚作るのにね大体こう迫力出るように三角形の集まりで作ってるでしょ。傘をこうやって重ねていってるの。私はそういう作り方しないんでこうポンポンポンって飛んだような作り方になるから、骨格がねよく見えるようにこう作ってるんです。ちょっと作り方が違うかなと思ってるんですけどね。培養してね年月が経ってくると自然にこうできてきちゃったの。だから盆栽屋さんとかだとこうやってこうにみんなまとめてくるでしょここに。そう違うばらしちゃう。盆栽屋さんだとほらやっぱ商品だから綺麗に見せるようにやるけど、先生は長期的に考えてるからってこと。パッて見た感じね、かっこいいなっていう感じするから。そうですね。作り方考え方の違いですね。
ある意味年月経てばね自然にはふうになるけどね、私はこうこんな組が見えないとだな、はい、こっちが最初で決めた方の照明、最初というか一番枝抜きして私が決めた照明、これねこっちから見るとねこう締まりすぎてるねこっちへ、まあ寄りすぎてる、そうこっちへねこれ反対ですよ、はい、こちらの方がちょっと立体感が出るんじゃないかなと思って、このぐらいかな。なるほど。で、もうこの枝はないもんだと思って、はいはい、こっちの方がちょっと奥行き感が出る感じがするんだよね。そうですね。この直線っていうのはなくなってるような感じですよこれ。でね、これ棚ある程度こう作ったんだけど、はい、棚のつなぎ方ちょっとやってね。今こっちで見るとこのライン、これ繋がってるんですよこれ目がずーっとこれ縦にね、そうあとこの目とこの目が繋がってる、ここになるほど、そうそれでこれがここのグループなんでしょ、これがここから繋がってきてる、こう全部ねこう一目で繋げていくんですよ。一目ずつ全部つなげちゃって上重なっちゃうから、火が入んなくなる。一目でつなげてばこう立体感が出てくるんですよ。こっちもそう、これずっとつながってる、であとこのラインつながってるでしょ、全部こう縦につながってるんですよ。そういうふうに作っておけば違和感なくなってくる。で木のこの特徴はね、普通心拍だと板抜きで作ってるでしょ、はい、それは今回ね板抜きじゃなくてこううろ状に作ってますんで、で彫刻刀でこれ削っていくんですけど、削りでこれ刃物傷とか残しちゃダメですよ、はい、刃物の傷、これ残ってるんですよ、こういうところは。ちょっとね、これなんか削ったような跡するんですよ、これは機械で削ってるから、こういう跡を残したら大筋なくなっちゃう、こっちはもう自然な形でこう流れてきてるんですよ、これで筋が手でこう、そうこれ全部手で彫ってるから、そうですね。でこれずっと上がってきてて、それからこっちから木が若くなってるんですよ、ここから。ここはもう削るのめんどくさいで機械で取っちゃった、そしたらこうなっちゃう。でこういうのは刃物傷ってね、刃物傷自然界でありえない傷なの、じゃあこれからじゃあ削って後で、ね、削り直すけどね、ちょっとねでこの辺がね5ミリぐらいになっちゃってる、これが、水水がで機械でやるとこうなっちゃう、これ全部で木の流れを見て、それで削っていうか手で彫ってる、それが基本だと思う、こう機械で削っちゃうとあとこう水水がつながらなくなっちゃう、つながらなくでもう一つはね、これ白いところ、これ白田って言うんです、これ、白田、これを全部取ってた、白田を取ってそうするとこう芯が出てる、この芯でこの木のシャリを作っていく、そういう形です。一応これ両方で見られるかなと思いますが、ちょっとこういう形で、こっちのシャリはいいかなっていうので、この色になってね、この分かりやすいのはこっちですね。そう、これ虫草とだから、であとここは根っこですこれ、でちょっと気に入らないでこう下持っててね、これをこう来て交差しちゃってるんだ。そうでこれがあともっと起こすかとこれを、そしてここでこうなるほどね、もうちょっと高く、もっと手前に、で大体作り方としては県外だから下にこう出らって枝が下に下がってくる、下がってくるけど
先端は上げとかないとダメだ、勢いがなくなってるから、見た感じの勢いと、実際の勢いがなくなってきちゃう。全部先端は上げてますよね。その方が自然にね、そう木が上がってってるの。これなんか典型的なもんですよね。これ木がここまで来て、それから勢いついてこれがガーッて上がってきてるんだから、こういう形です。で、あとこれ、あと石灰用護剤普通塗るんですけど、私は塗らないで松ヤニに塗ります。松ヤニ。どういうふうに調合するかって、それはちょっと説明します。はい。これ松ヤニですか？これ松ヤニね。松ヤニこけてる。100g。どこで買うんですか？これはね、画材屋さん。画材なんだ。画材。彫金とかね、そういうところやってる画材屋さん。そこで置いてはいないんですよ。あ、そうですか。取り寄せてもらったの。聞いたらね、松ヤニありますかって聞いたらね、これ探してくれたんだよ、なかったよ。カタログ持ってきてね、ありますよ。取り寄せて、大宮のね、大英じゃなくて、なんか丸いの方か。世界堂じゃないですか。そう、世界堂。あそこで短冊も買ったんだから。あ、そうですか。そして、ついでに、ありますかって、ある。なるほど。買ってる。で、東急ハンズで買ったんだけど、こういう綺麗な松ヤニじゃないの。もっと黒っぽい、彫金に使うやつだね、固定するために。こんな綺麗なんですね。これ綺麗ですよ。で、これをこの燃料用アルコール、燃料用アルコール、これでペットボトルでも何でもいいです、入れてこれ溶かすんだ。これ粉にした方がいいと思いますよ。こういうふうに溶けやすいでしょうね、そっちの砕いて。これある程度ね粉になってるけどね、これ砕くとこういうふうに粉になって、アルコールでやると溶けちゃう。でこれを筆で塗ってきます。量的には色の濃さで決めればいいのかな。量はどんなもんなんですか？量はね、もう適当。適当。これ塗ってみてね、光が出るぐらい。なるほど。ニス塗ったみたいになるから、そのぐらいの濃さでいいです。わかりました。でもこれ普通石灰用護剤塗るじゃないですか。松ヤニ使う理由は何ですか？なぜね、松ヤニ塗るかっていうとね、石灰用護剤っていうのは強アルカリ性でしょ。鉄分溶かしちゃうんですよ。だから私はうちは2階に上がってるんで、水やると雫がして垂れてってね、鉄の部分をね腐食させちゃうんですよ。なるほど。なんで前の何百円もかかって直してるの。それ以降は石灰のことやめた。なるほど。で、これ松ヤニの色がどうなるかってね、石灰がございちょっと持ってたんです、サンプル。わかりました。これ松ヤニでこんな感じ。これは1年以上使ってるけどね、こんな感じになっています。ちょっと落ち着いた白みたいな。ちょっとそう深みがあるね、白っていうか黒いのが石灰用護剤に炭じゃなくて墨汁か、ちょっと入れて、あれを入れるとこんな色にならないですよ。灰色になっちゃう。なるほど。これね、落ち着いた色になってくる。なんていうんですかね、オフホワイトだけど結構これいいですよ。青系の白というかね、自然な色になるから。だから溶護剤って普通みんな持ってないじゃないですか。だからそういう人はこれもいいかもしれないです。安全だし、こっちの方が。溶護剤なんかね、10リットルだからね。そうですね。そんないらないですよね。普通の人じゃいらないもんな。これがいいと思う。なるほど。アルコールとこの松ヤニがある。最初はね、ちょっと見てくれ悪いです。テカテカするんですよね。テカテカしてる。何回か重ねて塗るようですよ、乾いて。松ヤニで腐食の防止にはなるんですか？なると思う。木に染み込んでいくから。普通コーティングされるみたいな。コーティングされるみたいなこと。そう。松のやって枝切るでしょ。そうすると松ヤニでこう巻いてくる。あれと同じだ。そっか。なんか腐食はしなくなる。なるほどね。固まるから。理にかなってる。これはね、おすすめですよ。おすすめです。ちなみにおいくらぐらいですか、これ？これ800円。安い。100g かな、これ。いっぱい作れそうですもんね。これ100g。ただこれ塗るだけ。
こんな感じだと染み込んでるんですよ。若い木のところ染み込まないこっちは、生きてる枯れたところはこう染み込んでいくけど、これでずっと塗ってるでしょ。できるだけはみ出さない方がいいと思います。1ヶ月ぐらい経てばこのチカチカしたのがなくなっちゃいます。じゃああれですね、展示会の前とかにやっちゃうと大変ですね。そう、もう1ヶ月前ぐらいでやっておかないとダメですよ。なるほど。ニスのことになっちゃうからここに。普通彫刻した後すぐに溶合剤ってこれで大丈夫。これは大丈夫なんだ。こういうとこ塗っても大体これ塗ってあるんだけど。そうなんですか。こう生きてるとこだからね。でも厚闇ですもんね。そっか、大丈夫なんだ。そこはメリットですね。じゃあそこメリットですね。そう、彫刻した後すぐ白くできないですもんね。溶合剤はこういうとこ塗ったら枯れる可能性あるからね。生きてるところに塗っちゃうとアルコールの匂いしますね。そうでしょ。これ燃料用アルコールだから、消毒用じゃなくて燃料用の方がいいみたい。薬局で売ってるんだから。コーヒーなんかをかすときに使うよね。薬局で燃料用が売ってるんだ。すごいテッカテカですね。テカテカになっちゃう。美味しそうじゃないですかね。でこれ何年か持つから。そうですか。こっちも塗るんですよね。こっちは塗んない方がいいんだよ。これ白いとこあるけど少し腐るっていうか枯れてきて、そうすると染み込んでいく。そっか。それから染み込まない。また削んなきゃいけないし。でこれ白いところを取っていくんだけど、塗っちゃうと腐り込んでこないでしょうが。塗んないで1年ぐらい置いてからこう白いところ取ってそれから最後に塗った方がいいと思う。芯じゃないところは腐っていくから、その方が自然に見えるってことですね。あとこういうところね、これが生きてる部分だから、芯出してるからね、本来もうちょっとこう取っていくわけだから、水水もっと細くしていくからね。なるほど。で彫刻やってるところは、映ってないと思うんだけど、彫刻ってのはね、もう自分の感覚で木に押さりながらね、1日5センチでも10センチでも進んでいけばいいんですよ。彫刻はなんか一年中ね作業できそうだし、基本的な彫刻の仕方ってこう太い木だと、こういう白いとこ白だってこの部分を取っていけばいいんですよ。そこの芯が出てくるから、要は芯が出てくる。それから彫る彫刻は一応皮を剥くような形。私はこう彫っていくんじゃなくて皮を剥いてきますからね。少し線つけてずっと線つけてこうのみでこういう白いところを外してくる。面白い。するとこの赤い部分はね、これ芯ですから、赤い部分ね、これを取っていけば、こういうのが出てくる。これは相当時間かかる根気のいる仕事。そうですね。こう見せながらやる仕事じゃないんでね、やっぱりこう彫刻やってるところはあんまりないと思う。そうですね。彫刻のやり方は過去の動画であると思うんで、動画でやってるからね、あれでいいんです。で彫刻刀じゃなくてこうのみ、これ結構使うんだよ。これとあとこう細いのみ、これが一番使いやすいんですよ。こう白いとこ完全に入ってくるんです。これそうですね。ここも入るでしょ。これホームセンスで言ってるのはこれ一番細いやつだ。もっと細いのやる、半分ぐらいのやる、そうするとこういうとこずっと削っていける。芯パッと削るんじゃなくて剥がしていくんですよ。こうまくっていくっていうことね、まくる、これそういうやり方です。わかりました。だからこれあと個人の感性と、あとは木に教わる。木に教わりながらやっていくと。教わりながら作っていくから、完全にこういいところ出てくるんですね。そんなところですね。そんなところで。いいですか。
次回は次回これ冬になるともね、冬ですか。もしねできればねこれ一回ばらして、鉢根っこをさばきたいんですよ。はいはい。この鉢気になるこれ。まあそうですね。観葉植物が入ってる鉢だ。じゃあばらしてってことは、でもそれは春ですよね。だからちょっと少し培養します。培養して。もしかしたら鉢これ抜いちゃうかもかね。それこれ抜くとね下まで全部結構ほぐすような形になるんで。そうですね。この辺が怪しいですもんね。そう、こう下までね根っこ来てる。この辺をもっと整理できればな。わかりました。で次回は撮影できるかどうかわかんないけどまあ上完成形は見たいですよね。あとここをどうするのかっていうのと、これはもう秋まで考えておく。そうですね。あとこの根をどうやってまとめていくか。そう、さっきはねこれをちょっとギュッと前にみたいな。こう縛ったのかどうかね。あ、ここね一部縛ってます。でこの辺がもっとこう立ってくればね。はい。ここをね捨てたいってことですね。このぐらい来てもいいかな。そういうふうにできればいいかなって。今やっちゃうとね、洗浄機でやった時皮がかなりむけたから。今やっちゃうとちょっと無理かなと思うんですけどね。それはやっぱ春の仕事ですよね。じゃあそこまではちょっとしばらくは培養。そういうことです。でね、力出すとね、ハイポネックス。ハイポネックス。あれ混ぜてやってる。あ、そうなんですか。もう培養は始まってるわけですね。ハイポネックスと力出すの混ぜて。なんかやってたんで YouTube で。誰かがやってたんだ。見てたらあれ原液のまま混ぜちゃうとね固まっちゃうって。で力出すを100倍か。でハイポネックス1000倍。で水で混ぜてやれば大丈夫。結構効くと思うよ。それはスプレージャバーっとこれ巻いちゃう。ここに根っこにやつ。ということで、まあ培養していって、まあ来年またお披露目できればという感じですね。来年できるかどうかわかんないけどね。まあきっと大丈夫じゃないですか、心拍だし。あとここだけ決まりだよね。はい。それでね、こう筆はね、一応アルコールで洗った方がいいです。もし洗えなかったらね、こう口に入れて揉むと固まってるけどほぐれる。固まっちゃうんですね。固まって口に入れてほぐれるから。またアルコールをつけとけばほぐれますね。きっとね。はい。固まってもこれ使えるから。わかりました。口に入れて揉めば。はい。以上です。以上です。ありがとうございました。